皆さんこんにちは、わたたびです。今回はとある場所に向かうために京都の舞鶴に向かっていて、人生に一度はやってみたかったことが今実現します。現在の時刻は夜の21時で、23時までに舞鶴港を目指します。気になる目的地は皆さんもお気づきだと思いますが、そう、今回は舞鶴から新日本海フェリーに乗って北海道一周の旅に出ます。スケジュールは3日しか考えてません。ネットの情報や衛星写真で目的地を探します。なので北海道一周は1ヶ月以上かかりそうです。本州とは違う圧倒的スケールの大自然、そして食べ物や温泉、めちゃくちゃ楽しみです。23時50分に出港して、明日の20時45分に北海道の小樽港に到着します。約21時間の長い船旅の始まりです。利用する船はアカシアという大型船で、長距離フェリーとしては国内最大級の大きさと速度で日本海を航行します。まずは部屋に荷物を置いてから船内を散策してみます。今回利用するのはスイートルームのワンランク下デラックス A を予約しました。個室でゆっくり過ごしたい方に一番利用されている船室かと思います。気になる料金は大人2人ハイエースを乗せて 94,700 円でした。一番安いプランだと車を乗せて7万円ほどで北海道に行くことができます。入って右手にトイレとお風呂があります。トイレは便座が高すぎてつま先しかつかない手強いトイレです。洋室と和室がありましたが、パソコン作業するので洋室にしました。部屋からは外の景色を眺めることができますが、出港したら海しか見えませんので、すぐに飽きると思います。北海道の観光地といえば函館でもなく札幌でもない、そうおたもい地蔵村ですよね。かつては人口100人ほどが暮らしていた集落があって、そこには昭和初期に存在した遊園地の跡もあるそうです。難しい。
北海道上陸です。今から向かうおたもい地蔵村は江戸時代末期の創建で、おたもいとはアイヌ語で砂の入り江という意味だそうです。その地蔵村を長い間たった一人で守り続けてきた人がいましたが、2022年の冬に他界され、現在は管理する人がいないそうです。おたもい遊園地の再開発の話もあるそうですが、この集落にある民家や地蔵村はどうなるんでしょうか。すごい。すごい。でかっ。断崖絶壁ですね。ここから行くことはできませんね。ここに見えるのが多分遊園地の跡かなと思います。こっちかな。道になってるんで、こっちの方歩いていきたいと思います。すごいな。すごい。これ落ちたら終わりですね。上がってこれなさそうです。よいしょ。ここ小屋だったと思うんですね。多分倒壊してしまったんですかね。小屋の中にこの地蔵があったような感じもします。壺も歴史を感じますね。いつの時代の壺なんでしょうか。多分こっちみたいですね。ピンクテープがいくつかありますね。でもなんとなく道になってますね。地面が固められてます。でね、いろんな箇所にピンクテープで分かるようにしてくれてますね。クマが怖いですね。ヒグマなんでスケールも違いますし、合わないようにするのが一番ですね。
こにね、集落があったとは考えられませんね。あの辺りに建物が見えてきました。でもまだまだ距離がありそうですね。1年2年前ぐらいにね、ここに人の暮らしがあったそうです。すごいです。そこに見えてるのがさっき通れなかった場所ですね。崖が崩落してて、こっちが迂回ルートになってたんですね。もうすぐそこから正規ルートにつながるということですね。ここからですね。よいしょ。よいしょ。結構ね、これ真新しいピンクテープも貼ってくれてますね。助かります。よいしょ。これですね。コンビニとかスーパーで買い物して、スーパーの袋を持ちながらこう家に帰るわけですよね。この道を通って。いや、考えられないですね。だいぶ海が近づいてきました。もうちょっとですね。電線が通ってるんで暮らしがあったんでしょうね。ということはこんな不便な場所ですけど、電気は使えてたようですね。何のためにここで暮らしをしようとしたのかが気になりますね。一応歴史は明治まで遡るそうです。そんなに険しくなかったので一眼レフ持ってきたらよかったですね。今日はちょっと画質が悪いですがご了承ください。見えてきました。あれですね。ついに到着しました。ここがかつては暮らしがあった集落ですね。神社がありますね。この鳥居をくぐると別の世界に行ってしまいそうですね。
倒壊してしまってますね、これ。あらららら。よくこの海の前で多分塩害とかがあると思うんですけど、よく立ってますね。不思議です。いやー、なんかちょっと悲しい気持ちになりますね。建物自体も明治からある建物なんですかね。ちょっと間取りが変わった間取りをしてますね。これ以上中に入ると倒壊の危険もありますし、一応不法侵入になってしまうんでやめときます。子宝地蔵として全国から信仰を集め、明治から昭和にかけて多くの参拝者が訪れ、最盛期の昭和初期には年間1万人近くの人が参拝していたそうです。仏像の重みが耐えきれなくて、この板も崩れてしまいそうですね。この2つの建物はおそらく民家ではなくて、この地蔵に関する倉庫のような感じですね。かな。あ、こちらは参拝してもいいようです。すごいですね、このお地蔵様の数が。よいしょよいしょ。もう建物が歪んでしまってて開かないですね。一応中はこんな感じ。太鼓がありますね。関係者以外入ることができないそうです。ということは、中で参拝することはできないようですね。自販機もあったようですね。これめちゃくちゃ時代を感じる自販機です。コカ・コーラ。自販機というか冷蔵庫というか冷蔵庫ですかね。はい。さすがにこれは不法投棄ではないでしょう。わざわざここまでね投棄するような場所ではないんで。この辺にあるものとか本当新しいものですもんね。錆びてないですし、本当なんか昨日まで作業してたような感じです。めちゃくちゃ怖いポスターありました。立ち入らないでください。警察へ通報しました。多分この方が中に立ち入ったんでしょうね。もしかしたらどこかに監視カメラとかあるのかもしれません。ただこの顔半分しか映さないのは優しさなんかもしれませんね。はい。参拝記念。すごいとこに住んでたんですね。あれが遊園地跡ですね。岩の下がトンネルになってて遊歩道がむちゃくちゃ楽しそうですね。